とってもいい、めちゃめちゃいい本だ。開放感高くてお部屋みたいな設計が心地よい4代目フィットの内装です。また動画後半は乗って感じた細かな長所短所、いわゆる小ネタを集めてみました。フィットの内装で取り上げたい点を挙げていきます。といってもね、先日ガソリンモデルの方でいろいろ述べさせていただきましたので、今回はちょっとね、同じようなところを表現を変えて述べさせていただきたいと思います。といってもまずね、やっぱりこのグラスエリア、フロントガラスのね、見える視界がね、とても新鮮ですよね。広く新しさを感じさせる視界です。で、特徴的な部分はね、やっぱりこの手前側がメインの A ピラーで、奥側がサブフレーム。この構造ですね。で、ダッシュボードの上部はフラットで奥行きが長いです。やっぱりね、開放感ありますよね。で、見切りというとね、この車、メーターもね、これに合わせて、ダッシュボードに合わせて少し低い位置にありまして、で、シートポジションもね、やっぱり下側に大きく動きます。それもあってね、ちょっと低めに座りたいところなんですけれども、低めに座るとね、車両間隔の取りにくさというのがね、ちょっと出てきます。具体的には、タイヤの周辺ですかね、足元がちょっと間隔取りにくいとなるので、そういった場合にはね、躊躇なくね、シートを上げて、上から見下ろすような形にするとね、少し間隔が取りやすくなります。この車両間隔についてちょっと補足させてください。駐車場とか狭いところは、今は360度モニターやパーキングソナーなどあって、以前ほどね、重要な要素ではなくなってきました。で、自分が気になるのは、走行中のコーナーでの左前輪付近についてです。自分の乗り方ですと、コーナー進入時は一番内側に寄る場所を見ながらハンドル切り始めます。で、車が曲がり始めたら、今度は出口、遠くの方を見ます。なので、一番内側に寄る付近では内側をほぼ見ていないことになります。このあたり感覚的に見なくてもね、内側の感覚が取りやすいかどうか、そのあたりをね、車両感覚として気にしています。じゃあ、いつものようにね、下の方に動いていきますね。まず、エアコンですね。ハイブリッドモデルですと、このベーシックでもオートエアコンになります。もうワンタッチですね。で、オートで使うのが、基本になりますので、このちょっとね、マニュアル操作する時のボタンの押し心地なんかはね、ちょっと妥協が見られますかね。ロータリースイッチもそうですし、このあたりプッシュスイッチも一緒ですね。で、シフトレバーいきますね。シフトレバーは普通のストレート式で、ハイブリッドらしさをね、感じさせないものです。間違いにくいですしね。一番下は B レンジで、ブレーキの略だったかな。減速力が強まります。シフトセレクターの B レンジ、どんな感じで減速力が発揮されるのか試してみました。アクセルオフでの減速力が強まりました。でもエンジンかからないので、エンジンブレーキを使っているという感じではないですね。回生ブレーキ、充電用のモーターによる力なのかな。 B レンジにするとアクアの快感ペダルと同じような減速力ですね。 D に戻します。で、その下、電動パーキングブレーキとブレーキのオートホールド、これはシステムオンオフのたびにセットされるタイプです。なのでね、忘れちゃうとね、ちょっとブレーキ離しちゃってうっかりして前に出ちゃう時もありますのでね、ここちょっと確認ですね。あとはイコン、いわゆるエコモードですね。さあ、ではハンドル周辺いきます。まずこの右手側、ウインカーレバーについてです。この車ね、ワンタッチで3回点滅する機能があるんですけれども、これがね、ここのモニター内の設定画面からオンオフできるんですね。あとは出してる間に反対側に動かすとキャンセルできるタイプです。で、ステアリングですね。この一文字ステアリング、デメリット的な部分でね、前回ぐるっと回してもね、これで分かりにくさがあるっていうのはね、ちょっとお伝えさせていただきましたが、じゃあ今回はね、このメリットって何だろうっていう部分ですね。そこをちょっと考えてみたんですけれども、
この見た目が新鮮っていうのがね一番本体的な狙いでもあるのかなっていう気はします。新しさありますしね。結構で、あと運転中は下の方を握るのにね自由度が高いんですね。ネットだったかな、見ていると下の方を握ってねこうして運転される方が結構多いという話でした。でやっぱりねこの車それに合わせたようにここのね普通だったらスポークがある部分、ここが握れるようにできてるんですね。ちょうどこう握った時にちょうど良くなるように平たく加工されています。こうでもいいのかな。でこうちょっとね形変わっているのがこの車の一文字ステアリングの一つのメリットですね。でこれねくるくる回してもね普通に握っていても特に邪魔になることはありませんでした。続いて助手席側です。座っています。助手席側はシートがね先代と比べてより後ろに下がるようになったのでね不自由ないだけの足元スペースがあります。身長172センチの自分が座ってこのようなくらいですね。ちょうど欲を言えばもうちょっと欲しいんですけれどもちょうどいいぐらいのスペースですかね。でフィットはねリアシートが広いので椅子を後ろまでスライドさせて座っても後ろの人が窮屈しないというのがありますね。他のコンパクトカーですとやっぱりね後ろに人がいるときは椅子を前に出さなきゃいけないのでね3人以上で乗車するときには結局ねフィットの助手席が広くなるんじゃないかなと思います。あと、助手席側からの運転席を見た感じですね。リアシートです。リアシートはねフィットの長所、このねシート下のかかとがね来る部分に何もないというのがね効いています。これによってね乗降性がすごくいいです。フロントシートはね逆にここに構造物があるんですけれどもね。座っています。今ちょうど自分の目線ぐらいです。見晴らしいいです。開放感もありますね。頭上も自分ぐらいの身長ですと全然気になりません。で膝前なんですけれども膝前は、フロントシート一番下げている状態で自分が目いっぱい後ろにかしこまって座って拳1個ぐらいです。足元はね過不足ないぐらいのスペースですかね。で先ほど言ったシート下の構造物がない構造、すいませんダジャレみたいになっちゃいましたね。かかとを引いて足を置くこともできますのでこれがね降りるときに楽です。このままちょっと降りてみますね。左足を引いた状態から外に出してこのような感じですね。ここまでの足の運びがすごく楽です。でね開放部もこのクラスにしてはすごく広いのでもう何の不自由もなくね降りられます。さああとねこのフィットがいいのが着座姿勢ですね。でこれにはねこの背もたれの角度と座面の角度のバランスも効いています。結構ねフラットに近い感じでここのバランスがねぜひね他の車と比べてみたら面白いポイントなんですね。ここのバランスがいいです。よくできていると思います。クッションはねすごく柔らかくて厚みがあります。これが沈む方向の乗り心地にはね効いてきますね。動画の後半は乗って気づいた細かな長所短所、いわゆる小ネタ集です。まずは発進時の滑らかさ、時差式だった。ブレーキホールドからの発進もしくは ACC 利用中の発進、フィットはほとんど衝撃なく発進してくれました。 QL リッド、給油口の蓋です。ドアロックに連動してロックと解除がされます。ドアロック解除の状態で軽く押し込むとポンと開きます。給油口はキーロック連動のプッシュタイプです。スマートキーのリモコン機能、ロックとロック解除がどれくらい離れても機能するか試してみました。今ね車から13台分の駐車スペース分だけ離れています。もう全然ね余裕で動作しています。15台まだ余裕ですね。17台まだ光ります。まだ届きます。このくらいの距離でまだ届きます。50台以上離れ
さあ7、80メートル離れたでしょうか。この辺で試してみます。いけますね。そろそろ100メートルぐらいでしょうかね。やってみます。すいません、もう自分の肉眼じゃどうしよう、もう目で見えないです。続いてオートヘッドライト。フィットのオートヘッドライトはごく低速時でしたら消灯のまま動けます。まずスモールのみオンの状態にします。それで動き出します。1,2,3,4キロ、5、6、7、8キロ、8キロで点灯します。システム始動した瞬間から点灯し続ける車もありますが、周りへの迷惑が気になることありません？ワンタッチで3回点滅するウインカー。このワンタッチ機能のオンオフが可能です。1、2、3。続いてオートハイビームに関して、夜間オートハイビームを使っていて、ハイビームで走行中、必要になったら簡単にローに切り替えができます。ないから便利、ないのに便利。センターコンソールは低くて上面はフラットです。これね、ハンドバッグを置くのに適していると思われますし、ドリンクを置くのにもぴったりでした。自分たち撮影中は24時間ぶっ通しだったりしまして今回はこんな感じです。フィット、撮影しやすかったです。市販のカップホルダー買ってきたらこの状態で固定もできます。ただ今はね、この状態で発進は未確認です。4代目フィットの内装は闇雲に上級高級を目指していないところに好感を得ました。例えば開放感と親しみやすさ、よく言われる質感とは別方向の魅力だと思います。また仙台までのフィットと比較すれば、フロントシート、リアシートともに着座感が向上していて、ただ広いだけじゃない座りやすさを感じます。拳軟膏っていうようなね、そういった分かりやすさとか、それとはちょっと違って、本当細かいところの積み重ねみたいな感じで座れるリアシートに進化したと思います。拳軟膏より自分はね、大事だと思っています。ハイブリッドモデルでしたら乗り心地だってね、悪くなくて全然座っていられるリアシートだと思いました。では動画は以上です。私どもこれからも特徴を分かりやすく、車選びをもっと楽しく動画を上げてまいります。よろしければチャンネル登録等で応援していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。